こんにちは、須藤君江です。スクエアコードで作る簡単ビーズブレス。スクエアコードの編み地に大きいパールをポコッポコッと編みつけます。動画の最後には小さいビーズの飾り方やアレンジ方法もお話ししました。ぜひ最後までお楽しみください。作り方動画毎週アップしています。チャンネル登録もお願いします。材料表です。丸小ビーズ、丸大ビーズ、パール調ビーズ、パール調ビーズウォームカラーミックスはダイソーさんのビーズです。針10号、糸 1G ベージュ、用具ビーズマット、ハサミ、定規またはメジャー。糸を 1.5 メートルに切り、糸端30センチ残します。丸小2個と丸大2個を通します。丸小2個を輪に拾います。スクエアコードが2段編めました。3段目は丸小と丸大を通し、丸大2個と丸小を合計3個拾います。4段目は3段目と同様に丸小と丸大を通し、丸大を2個と丸小を合計3個拾います。これを繰り返しスクエアコード15段まで編みます。15段目です。飾りとなるパールを編みます。丸大パール 10mm、丸大を通し、丸大を上から8個目の下から4個拾います。飾りが編み地の後ろ側になるように糸を引き締めましょう。続けて丸小を上から4個目の下から4個拾います。スクエアコードで15段編みます。編んだ段数が分かりやすいように丸大を最初に15個出しておくと良いでしょう。丸小と丸大を通し、丸大を上から2個拾います。丸小を下から上へ3個拾います。パ
パールの飾りを編み終わり、スクエアコード15段編めました。パール 8mm 丸台パール 8mm を通します。丸台を上から8個目の下から4個拾います。パールの飾りが後ろ側になるように糸を引き締め、続けて丸小を4個目の下から4個拾います。スクエアコード15段編みます。丸小と丸台を通し、丸台を上から下へ2個拾います。丸小を下から上へ合計3個拾います。これを繰り返して15段編みましょう。15段編めました。丸台パール 12mm 丸台を通します。同じ要領で丸台を上から8個目の下から4個拾います。飾りが後ろ側になるように糸を引き締めます。丸小を上から4個目の下から4個拾います。スクエアコード15段編みます。糸の残りが20センチになったら玉留めをして針を抜きます。新しい糸 1.5 メートルに切り、古い糸の出ているビーズを拾って20センチほど糸を引きます。玉留めをしていくつかビーズを拾います。もう一回玉留めをしていくつかビーズを拾い、糸を切ります。
反対側のつないだ新しい糸に針を通し、スクエアコード15段とパールの飾りを繰り返し、続きを約16センチ編みます。パールの大きさはお好みで配置します。最後はパールの飾りを編んだ後、スクエアコード5段編みます。16センチ編んだ時、スクエアコードが5段以上ある場合はそのまま留め具をつけます。留め具を編みます。丸台3個、パール 12mm 丸台を通します。パールと丸台3個を拾います。続けてスクエアコードの丸台2個と丸小2個を拾います。留め具部分を補強のためもう一周して糸を始末します。編み始めに残した糸で留め具となるループを編みます。丸台と丸小27個を通し丸台を拾います。留め具のパールが通過するか確認しましょう。スクエアコード部の丸台2個と丸小2個を拾います。補強のためループ部をもう一周して糸始末をします。
糸つなぎをした残っている糸も糸始末します。スクエアコードとはスクエアステッチを紐状に編んだものです。通常のスクエアステッチは5番のマス目のように並ぶ編み方ですが、スクエアコードはロープ状になるのが特徴です。今回の編み地は左右に丸台と丸小を通すことで大きさのギャップができ、自然にねじれていき、ユニークな編み地になりました。もちろん左右に同じ大きさのビーズを通してまっすぐな編み地も素敵ですよ。パールを通して編み地を飾りましたが、手持ちのものでいろいろ試してみると面白いです。小さいビーズ、例えば 4mm 程度の大きさなら丸台を上から4個目の下から2個拾い、丸小を上から2個拾うなど、拾う数を調整することによりいろいろなサイズの大きさのビーズを通して遊ぶことができます。長さを変えればイヤリングやネックレスにもなりますよ。ぜひお試しください。最後までご覧いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録の応援もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。それではまた次の動画で